大変なのだ。見た目だけで飛びつくと後で困る話が来たのだ。最初から嫌な予感しかしないわね。勢いで押される話ほど一番慎重に見たいものよ。その言い方気になるじゃん。今日はちゃんと中身まで見る感じでいこう。まずは糖尿病の治療薬マンジャロの話なのだ。血糖値を下げるホルモンの分泌を促す薬で医師の処方で使うものなのだ。本来は2型糖尿病の患者さん向けの注射薬よ。ダイエット用って話と使い道が別物だわ。 SNS で痩せるっぽいって広がると話だけ先走るの怖いじゃん。 NHK の分析だと X の投稿が1ヶ月でリポスト込み20万件を超えていたのだ。その勢いはかなり強いわね。インスタでもマンジャロダイエットの投稿が5000件以上あったそうよ。タグでまとまると見てる側もみんな使ってるのかなって錯覚しやすいよね。なんでそんなに広がるんだろう。痩せる話ってみんな反応早いじゃん。見た目の変化を急ぐ気持ちにつけ込まれやすいのかもしれないわね。そこは本当に注意よ。でも危ないって指摘する投稿も多かったのだ。ダイエット目的で使うと健康被害の恐れがあるって学会や製薬会社が呼びかけているのだ。自己判断で触るには重い薬よ。医師が前提にしている使い方を外すのはかなり怖いわ。例えば教科書を別の目的で勝手に分けちゃったら必要なところが抜ける感じじゃん。なるほどなのだ。薬も元々の役割から外れると困るのだ。東京都薬務課も不正販売を示す投稿に返信で警告していたわ。去年は497件のうち375件が糖尿病治療薬関連よ。4分の3くらいってかなり偏ってるじゃん。見張る側も大変だよね。イライリリーも2型糖尿病以外での安全性や有効性は確認されていないって言っているのだ。効きそうと安全に使えるわかってことよ。広告っぽい投稿を見かけてもその場で信じきらない方がいいよね。そうなのだ。見た目の勢いより誰向けの薬かを見るのが大事なのだ。病院で出る薬は使う人まで含めて考えられているのよ。そこは忘れないでほしいわね。お次はお金の流れが揺れた話なのだ。円相場が値下がりしたのだ。午後5時時点で1ドル159円68、69銭ね。前の日より22銭の円安ドル高だわ。ユーロに対しても13銭円安だったのよ。159円台後半ってかなり高いところにいる感じじゃん。イラン情勢をめぐる交渉の先行きが読みにくくてドルを買って円を売る動きが進んだのだ。先が見えないとまず無難な方によるのね。人の気持ちも相場もちょっと似てるわ。わかる。不安が強いと軽いノリで動けないもんね。市場関係者は政府日銀の市場介入前の水準に近づいているって見ていたのだ。市場介入って政府や日銀が急な円安を抑えるために動くことよね。そうなのだ。だから警戒があると値動きが大きくなりにくいのだ。それで大きく触れないなら今は様子見ムードってことだよね。動きが鈍い分じわじわ効いてくる感じね。油断はできないわ。円安ってアーシの好きなものがじわっと高くなる感じで地味に効くじゃん。生活にも響くのだ。輸入品や燃料の値段に関わりやすいから人事じゃないのだ。だからこそ数字だけじゃなくてどこに波及するかを見ると分かりやすいわ。次の動き介入警戒が続くかで雰囲気変わりそうだよね。円相場は世界の空気で動くから明日もまた表情が変わるのだ。最後は犯罪のお金を追いにくくする話なのだ。改正犯罪収益移転防止法が成立したのだ。口座の売買を重く罰する改正ね。1年以下から3年以下の拘禁刑、100万円以下から500万円以下の罰金へ上がるわ。500万円ってかなり重いじゃん。そこまで上げるって相当だよね。特殊詐欺の被害金を流すために口座が使われることがあるからなのだ。マネーロンダリング、つまり犯罪で得たお金の出所を分かりにくくすることね。そこを止めたいわけよ。口座を売るだけでそんな役目になるの本当嫌じゃん。 SNS で呼びかけて売買されていて高いものは数十万円だったそうなのだ。数十万円で人生を削るなんて割に合わないにも程があるわ。
送金バイトって呼び方も軽く見せるのがずるいよね。先輩方、その、バイトが軽く聞こえるほど、犯罪の受け皿になりやすいのが厄介なんです。ひまり、そこがまさに怖いところなのだ。匿名、流動型犯罪グループって顔ぶれや役目が入れ替わりやすい集団のことね。追う側には厄介よ。だから追う側も、バラバラの口座や送金の流れをつなぐのが大変そうじゃん。しかも今月から警察庁とメガバンクなどが被害金を追跡回収する新しい運用も始まっているのだ。法改正だけじゃなくて回収の動きまで重ねるのが本気って感じね。でもさ、もし口座化してできたらどう考えても断るしかないよね。もちろん断るのだ。自分の口座は貸すものでも売るものでもないのだ。甘い誘いほど後で代償が大きいわ。そこは覚えておくといいわね。今日は、国会の豆知識を一つ。国会は、国権の最高機関、とされていて、衆議院と参議院でできています。しかも、国会議事堂は正面から見ると右が参議院、左が衆議院なんです。建物の左右まで役割があるのだ。ちょっと面白いのだ。衆議院は任期が4年で、途中で解散もあるので、民意の動きが出やすいんですよ。今日の法改正の話と、なんか繋がって見えてくるじゃん。そうなんです。日本国憲法では、国会は衆議院と参議院で構成される両院制なんですよ。ただの場所じゃなくて意味があるのね。で、何気ない左右にも理由があるのが面白いところです。今日は薬もお金も法律も軽く見ない方がいい話だったのだ。気になったところはコメントで教えてね。概要欄にリンクもあるからチェックしてみて。うっかり流されると後で面倒が大きいわ。そこだけは気をつけたいわね。じゃあまた次回なのだ。